皆さんこんにちは、うっさです。今回は私の部屋のロー付けコーナーについてお話をしようと思います。で、ちなみに初めて見る方のために言うと、私は今6畳半の実家のお部屋で、ロー付けだったり彫金の作業っていうのをしています。で、今回は自宅で簡単にできるロー付け方法っていうのをテーマに単体で動画を撮ってみようと思います。これまで別の動画でロー付けしている工程っていうのは見せているので、もし制作工程だったりが気になる方はそちらをチェックしてみてください。では早速見ていきましょう。はい、ちなみに今の工房の状況はこんな感じですね。で、ロー付けはこの角の方に、作っています。で、彫金台はこっちですね。で、基本的に部屋が狭いので一周ぐるっと制作しやすいように環境を整えています。まず道具のお話から少ししようと思います。まずは彫金で必ず必要になる道具についてお話をします。私の場合は耐熱レンガ、耐熱ボードと、あとこのハニカムブロックで、そして今見えないんですけれど、下に1枚100均で買った油の通す網っていうのを1枚敷いています。っていうのも、なんとなくこの下に面しているのが気になってしまって、浮いている方が安心するので1つ挟んでいるだけで、結構レンガを下に敷いてその上にこれを置いている方もいらっしゃるので、個人のやりやすい方に合わせてすればいいかなと思います。で、あとはこの油よけの100均で売ってる、なんて言うんですかね、これ膜ですね。これ1枚挟んでいると壁のあるお家でもしやすいと思います。で、実際に結構ロー付けしていると水分飛んだ時とかにフラックスが飛んでしまって壁に付着する場合があるんですよ。こういうのを防いでくれるので1枚買ってもいいかなと思います。ちなみになんですけど、耐熱レンガだけでもこういう風に横に並べていただいて作業することはできます。耐熱レンガ1つだけだと作業がだいぶしづらいので、もし耐熱レンガだけを購入されるという場合は、あと1つか2つぐらいこの横にあった方が作業はしやすいかなと思います。多分ピンセットとかで押さえる場合とかに作業がしづらくなると思うので、必ず横何個か購入されている方が後々はいいかなと思います。はい、次はバーナーについてです。火を使わないといけないと思うんですけれど、私の場合は大きな業務用のそのプロパンガスですかね、でっかいガスとかは使っていなくて、手軽に使えるバーナーを2つ用意しています。で、どちらも新富士さんのバーナーになるんですけれど、右の方が主に使っていますね。大きい方になります。で、新富士バーナーの RZ840 のものになります。で、下のボンベの方ですねは RZ860 のもので、逆さまにしても火が出るタイプのものになります。で、左の方がもっと手軽なものになるんですけれど、 RZ51 の CR ですね。で、こっちは、小さなロー付けの際に使えるんですけれど、私は今のところそんなに小さなロー付けをする場合っていうのが丸カンつける以外であまりないので、あまり使っていないですね。で、左は、買ってからすぐ使えるのではなくて、他のよくあるお鍋とかする際のガスボンベあるじゃないですか。あれで、後ろから押して自分で入れてあげないといけないんですね、ガスを。なので他でガスを買わないといけないですといった感じですね。なので私は主にはでかい方だけあればとりあえずはいいかなと思っています。はい、次に桐生さんについて少し話します。ロー付けをしたら必ずフラックスが固まったりとかしてすごく汚くなっちゃうんですけれど、それ
そのゴミを除いてくれるのが希硫酸になります。で、希硫酸も必ず購入された方が後々作業がしやすくなるので必要かなと思います。でですね、入れ物について少しお話をすると、私は今までこのガラスの容器ですねに蓋が取っ手がなかったので、自分で真鍮で取っ手を作って使っていたんですけれど、思ったより不便だし、あと地震起きた時にちょっとかっちり閉まるやつじゃないと怖いなっていうことで、最近はこのコーヒーの粉が入っていた瓶を使っています。で、容器はだいたいプラスチックか、あと瓶ですね。で、陶器も出ると思うんですけれど、私ちょっとそこら辺は詳しくないので、おすすめできるとすればガラスかプラスチックの容器です。で、プラスチックも希硫酸溶けないので安心してください。一番お手頃なもので言ってしまえば、100均などで売っているプラスチックのタッパーですね。あれはすごい蓋もしっかり閉まるので使われている方多いと思います。ただ私はもうちょっと手軽にパカって開けれたらいいなと思ったので、深さもあるこれを使っています。ただもう少しだけ小さいと嬉しいんですよね。この高さが低いと嬉しいので、次にもし入れ替えるならこっちのミニサイズのものを手に入れたので、こっちに入れ替えようかなと思っています。で、これは真鍮とシルバーを使っている私だからなんですけれど、容器を2つ用意しています。で、理由としてはシルバーと真鍮を一緒に酸につけてしまうと影響をちょっと受けるんですね。そこまで大幅には変わらないんですけれど、真鍮に関してはちょっと白っぽく仕上がってしまうので、もしそういうのを避けたいという方は容器を2つにされる方がいいかなと思います。はい、次はろうに関してです。私は3風呂、5風呂、7風呂と、あと早漏ですねの4つを揃えています。で、この早いって書いているものはほとんど使っていないですね。基本的に使うのは3風呂、5風呂、7風呂になると思います。で、何が違うのかっていうと、溶ける速さが違うんですね。一番溶けにくいのが3風呂、一番溶けやすいのが7風呂です。で、初心者の方だとよく早く溶けるしろう付けがしやすいからといって7風呂を使ってしまう方が結構いらっしゃるんですね。で、私もそうだったんですけれど、ですが後々ろう付けするにつれて外れてしまう場合っていうのがあるので、最初は必ず硬い3風呂から使われる方がいいと思います。で、3風呂でろう付けした後にまたろう付けしないといけない場合は5風呂で、その後7風呂ですね。もしろう付けが1回しかないっていう確証がある場合は、私は5風呂を使っていいんじゃないかなと思っているんですが、これは作られる方によって違うと思います。で、私の場合はこういった100均で購入したプラスチックケースに入れています。切らないでもこうやって塊で入れることができるので便利です。はい、あとは水ですね。水は希硫酸を薄めるためだったり、あとはろう付けした後急速に冷却したい場合とかに使うので用意しておいてください。あとはホワイトフラックスですね。ホワイトフラックスは私はシーホースのものを使っています。で、ホワイトフラックスを塗る際に爪楊枝もあればいいなと思います。前までスプレーの水タイプ、液体タイプのものを使っていたんですけど、結構使いにくく感じてしまって、こういった練りタイプのものですね、使いやすいと思うので、私このシーホースさんのホワイトフラックスはおすすめしています。で、これ結構固まってきてしまうので、もし粘性が足りなくなってきたな、乾燥してきたなって思ったら水足してちょっと混ぜてあげたらいいと思います。はい、というわけでせっかくなのでこの後少し実演をしてみようと思います。で、さっき紹介しなかったんですけれど、もし購入できるようでしたらこのピンセットですね、購入されてもいいと思います。で、これはこの押したら離れる、で離すと掴むっていう逆になっているピンセットです。
これも彫金専門のオンラインショップとかで購入できるので確認してみてください。であとろうを置く際ですね、熱い場合があるのでピンセットを1つ用意しておくといいと思います。で大したもの買わなくても、私これ100均で購入した美容用品のところに置いてるようなピンセットになります。これずっともう3年ぐらい使っているので、もしピンセット高いって思っている方いらっしゃったら、普通に100均に売っているものでまずは試してみたらいいと思います。ちなみにこのピンセットは2種類あるんですけれど、私はこっちの方がすごい便利なので、もし1つ購入されるという方はこっちのタイプから買ってみてもいいと思います。こっちはですね結構一直線なので、こう斜めに置いた時にこうスルって滑ることがあるんですよね。これだと斜めにしてもそんなに角度的に変わらないので、すごく便利に使えると思います。今日は、石枠とこのリングのアーム部分を接着するロウ付けをしようと思います。こうですね。でまずこのハニカムの上にこう置きます。でハニカムもですね、この網になっている方と、あと平らな方があるんですよ。でもしこっちに置いた時にガタガタするようだと、こっちにしていただくと安定していいかなと思います。で今日はこっちですねを使おうと思います。でさっき紹介したこのピンセットですね、このへの字タイプの方がこう斜めに置いた時に便利なので、私はよく使っているんですけれど、皆さんも彫金する際のスペースに合わせて一つ選んでみたらいいかなと思います。でずれないか確認して、だいたいですねここで持っているとこう滑ることがあるので、私はいつもこのへの字の曲がっている部分に合わせてこう押さえています。でこうですね。でこの時にもしここに安定するものがない場合はクリップするものが一つあるといいと思います。例えばこういったものですねがあるとここに挟んでこう安定するんですけれど、今回は私はこの下の方で作業ができるので使わないでおきます。で一度角度を調節したらフラックスを塗ります。フラックスを塗った方にロウが流れていくので、できるだけ私は範囲狭めてこの先端部分だけつけます。でこっち側につけてしまうとよく上の方に上がってしまうんですね。で今回接着したい部分がこっちなので、できる限りこの下の面だけに面するようにフラックスをつけてあげます。で石枠の際はできるだけこの縦と横ちゃんと合ってるか確認してあげてください。よく縦横地味にずれてしまう時があるので、はいこんな感じですね。じゃあロウを置いていきます。今回はこの下の部分を鋳造で作ったのと、ここが特にロウ付け一回もしていない状態なのでゴブロを私は使います。でロウは私はいつもハサミでカットしているんですけれど、このカットするサイズもロウ付けの面積に合わせて切ってあげないと、後々ロウがはみ出る量が多くて作業が1個増えてしまったりするので、できる限りこの面積に合わせた分だけのロウを置いてあげてください。ちなみにこの接地面がぴったり合ってないとロウは流れないので、
できるだけ接地面と密着するようにこの平らに整えてあげてください。はい、というわけでロー付け前はこんな感じですね。前から火が入るのでローは前の方に置いておきました。でこっちからリンゴを通すように火が当たるようにちょっとロー付けしていこうと思います。でこの場合シルバーっていうのは均等に火が入らないとローが溶けてくれないんですけれど、石枠の方が下に面している分熱の伝わりが弱くなってしまうので、できる限り石枠の方に火が当たるようにロー付けしていこうと思います。で火もできる限りここが熱くて奥に行けば行くほど火が弱まると思うんですけれど、最初から急に熱くするんじゃなくてこの奥の赤い火のとこから入っていきます。できる限り石枠の方に火が当たるように意識して通してあげます。はい、5分ぐらい経ったので出してみようと思います。はい、こんな感じですね。全般的に黒い部分がなければ OK だと思います。実は桐生酸って温めた方がよく汚れが落ちるって言われているんですね。でも私は一応今で満足しているので使ってはいなくて、もし使われる際は下に温めるやつを引いてパッドに水張って桐生さんの瓶をその上に置いていただくか、あとはたまに聞くのが哺乳瓶を温める機械ってあるんですよね。あれに水をちょっと入れるんですかね。あれの上に、このポットを一緒に入れて使ってあげると温めやすいって言われています。でも私昔ちょっとなんて言うんですか、あまり分かってなくて、温めると湯気が出るじゃないですか。その湯気って絶対吸ったらダメなんですよ。なのに一回覗き込んでその時にすごいむせたことがあるので、あまり初めのうちはしなくてもいいんじゃないかなと思います。もし周りに先生だったり教えていただける方がいるのであれば試してみてもいいのかなと思います。はい、こんな感じで実際にロー付けしている工程をお送りしてみました。皆さんいかがでしたでしょうか。で今回は私は、家で簡単にロー付けをする方法というテーマでお送りしてみました。私自身も専門家として最初から始めたわけではなくて、家でどうやったらロー付けができるかなっていった疑問から自分でこうやってアトリエを築いていったので、ぜひ皆さん家でされる方の参考になればいいかなと思います。で本格的にロー付けを仕事に指定されている方っていうのはもっと機械もすごいものもお持ちですし、いろんな知識を持たれていると思うので、もし今後本格的に彫金を学びたいという方がいらっしゃったら、ぜひ教室だったり学校に通われるっていうことも考えてみたらいいんじゃないかなと思います。いろんな桐生酸であったりとか、ガスであったり火であったり危ない薬品っていうのをたくさん使っているので、心配事が多い方っていうのはぜひ最初は教室に通ってどういった環境で作っているのかっていうのを確認してからでも遅くないと思うので、ぜひ不安要素を解消した上で家で試すっていうのをしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。
ぜひ今後もいろんなコンテンツを発信していくので、良かったと思う方がいらっしゃいましたらチャンネル登録といいねぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。